おそらくオーリーができていない 90% 以上の人はこの原理を理解していないと思います。大事なのはノーズを抑えること。テールの部分が上がる理由は上にするからではありません。オーリーするためにはとりあえず足を上にって考えるんですけれども、実はそうではなく、前足を上にスライドさせる必要なんてないんです。スケボーと共にジャンプする。スケボーの最も基礎的な技、オーリー。初めてオーリーを見た人は必ずこう言うと思います。どないして足にくっついたん？なんでくっついたまま飛ぶことができるのか。僕も最初そうでした。なんかスノボーみたいに足にくっついてんのとか、ノリがついてんのみたいな風に言うんですけれども、スケートボードの表面にはヤスリがあるだけで、そういった接着とか粘着するものは一切ついてません。今回はそんな一見不思議に見えるオーリーの原理について分析していこうと思います。なので今回はオーリーの How to というよりも、オーリーの原理を皆さんに詳しく理解してもらい、それによって皆さんのオーリーの改善のヒントになればなと思ってます。How to は YouTube 上に死ぬほどいっぱいあるんで、ぜひそちらをご覧ください。スケートボードを始めると、ほとんどの人が通る道、オーリー。スケートボードの多くの技はこのオーリーというスケボーとともに宙に浮くという技の原理を利用して成り立っているため、オーリーはスケボーの中でも基礎中の基礎トリックになります。なんですが、オーリーがね、すごい重要なだけあって、なんとね、言っても難しいと。めちゃんこむずい。すべての技の中心ってことだけあって、本当にね、このオーリーがクソほど難しいんですよ。スケボーをかじったことある皆さんならわかると思います。マジで難しいです。とりあえずこのオーリーは初心者がぶち当たる大きな壁です。スケーターの間ではね、オーリーの壁とも言われています。僕の経験上、オーリーの壁で90から 95% ぐらいは心が折れてやめていくんじゃないかなと思ってます。僕も何回も挫折しました。見てもらったらわかるんですけれども、多くの YouTube の How to では、まず弾いて飛んで足をすり上げて前に刺して飛べますみたいな感じで言ってて、これは確かにね正しいんですけれども、足の動かし方とかどうやったらもっと高く飛べるかみたいなやり方の How の部分はすごい詳しく説明してるんですけれども、あまりなぜそうなるのかっていう Why の部分に着目して話してる人があまり多くないので、今回はその Why に着目して話していければなと思います。僕自身も何百何千とオーリーを練習してる人を見てきたんですけれども、やり方は分かってるのにあんまり原理を理解してない人が多い気がします。意外と一旦頭で考えて、こういう原理だからこういう動かし方をするっていう風に考えていった方が意外と近道になったりすると思うので、もう少しでもね参考になればなと思います。意外と知識をつけることがとりあえず足を動かすよりも近道かもしれません。スケーターの中にはね、直感的にパーンってやってできる人もいるんですけれども、僕はどちらかというと割とロジカルに考えて、なぜこういう風にしたらこうなるのかとか考えてやっていくタイプなので、僕がオーリーをするときにどういう風なことを考えていたのかを皆さんに共有できればなと思います。Let's go! まずはね、オーリーを見ていきましょう。パッと見ね、オーリーの動きはすごいシンプルです。まず平面でしゃがみ、ジャンプします。そしてジャンプすると同時に板を弾き上に飛びます。そして前足で上がってきたノーズの部分を押さえて前に引っ張り、後ろが上がりオーリーとなります。よく初めてオーリーを見た人がめっちゃくっついてるやんって言うんですけれども、実はくっついてるわけではなく、くっついているように見せてるが正しいですね。後ろ足は別にデッキにくっついてるわけではなく、後ろのテールの部分が上がると同時に後ろ足も上げているのでくっついているように見えるということです。とりあえずこのオーリーという技が全ての基礎となり、例えばキックフリップやヒールフリップやジャンプして何かに乗るなど様々な複合技に関わってきます。しかしオーリーっていうのは意外と最近生まれたジャンプの仕方です。歴史を振り返ると今のオーリーの前には様々な形のジャンプがありました。オーリーが生まれたのは1970年代の後半です。アラン・ゲルファンドという方が初めてオーリーに成功します。オーリーっていうのは彼のニックネームだったそうです。最初のオーリーは平面ではなくボールだったそうです。しかしその数年後、スケボーの天才ロドニー・ミューレンが現れます。ロドニー・ミューレンがこの原理を利用し、初めてフラット平面から宙に浮くことに成功しました。ロドニー・ミューレンが大きくオーリーを進化させたのです。ちなみにロドニー・ミューレンはすごいロジカルに考える人で、大学も理系で
数学と物理を専攻していたそうです。ちなみにお父さんもすごい理系で原子力解析の仕事をしていたそうです。じゃあこの前ジャンプする方法はなかったのかというと、そうでもなく、例えば手を使ったボーンレスや逆に手を使わないゴリラグリップというジャンプの方法もありました。このロドニー・ミューレンがオーリーをし始めてから、オーリーというジャンプの方法が主流となり、今のストリートスタイルになっていきます。ではなぜオーリーが飛べるか分析していきましょう。オーリーっていうのは大きく分けて2つの原理からなっています。1つがフォース、力で、もう1つがテコです。この2つを理解することがすごい大事です。ではオーリーを詳しく見ていきましょう。オーリーの目的はジャンプして宙に浮くことなので、ジャンプする必要があります。なのでまずしゃがみ、自分の体重を宙に浮かすように上にジャンプします。そしてそのジャンプしながらテールの部分を思いっきり叩きます。ニュートン第3の法則で作用と副作用の法則があるんですけれども、これは力は押す側のみの力ではなく、反対方向にも動いているという、下に押せばその分同じ力で上に上がるという意味ですね。なのでテールをバンって押した時にその分上に上がる力が生まれます。その時テコの原理でどこが上がるかっていうと、ノーズの部分になるんですね。もしこの時に前足がなければこんな感じで、ただ前がポーンって回ってしまいます。スケボー乗らずにやるとこんな感じですね。テールをバンって蹴るとノーズの部分が上がり続けます。で、このテールを蹴ってバンとノーズの部分が上に上がる力、ここに秘密があるんですけれども、なぜくっつくかっていうと、この上の上がる力を前足で押さえてるからですね。バンって上がる力を本来なら飛んでいくところを前足で押さえてコントロールしていきます。ノーズが上に上がる力を、足で押さえて下に力がまた向かいます。ここで力同士が押し合ってくっついているわけです。そこでグリップテープの摩擦を使い上にすり上げ飛ぶわけなんですけれども、ここで結構重要なのが押さえるというところが重要になると僕は思ってます。オーリーするためにはとりあえず足を上にって考えるんですけれども、実はそうではなく、テールの部分が上がる理由は上にするからではありません。スケートボードをバンと弾いた時は、最初弾いた部分が力点となり、ここが支点、そしてノーズが作用点になります。そして作用点の部分がバンと上がり前足にくっつくわけですが、その時に当たった瞬間にテコの原理の軸が変わります。次は力点が前足になり、支点がデッキの中心に移ります。そして作用点がテールになるんですね。そうすると最初テールを弾いてここを軸にこう回ったんですけれども、次軸がここに移動してここが、支点となりこうなります。これがオーリーです。で、この2回目のテコの原理が働いた時に初めてテールが上がるんですけれども、ここで注目してほしいのが上にするという動作です。ここで大事なのが2回目のテコが発生した時にテールを上げるためにはノーズを上にする必要がないというところです。ここさえ押さえれば、視点がちゃんとしていればテールは上がります。なのでこの動画を見てわかると思うんですけれども、この動画では一切上に吸っていません。ただ上から足や手でノーズを押さえているだけなんですけれども、視点が中心に変わった段階で上からちゃんと押さえているのでテールが上がっています。前足を上にスライドさせる必要なんてないんです。大事なのはノーズを押さえること。この手で押さえている動画を見ればわかると思うんですけれども、正直スライドしなくても組み込むぐらいの高さは飛べます。僕が結構オーリーを練習する人が見てきたんですけれども、上にすることを意識しすぎて原理自体を忘れてる人が多いんですよね。上にスライドさせるっていうのは高く飛ぶという意味ではすごい重要なんですけれども、それは飛んだ後の段階の話で、まずは抑えるという段階が大事です。抑えてそれをできるようになったら、次はもっとスライドを意識して高くしていくという流れです。なので飛べない人はちゃんと抑えれるようにしましょう。上にスライドさせる必要はないんです。おそらくオーリーができていない 90% 以上の人はこの原理を理解していないと思います。よくいろんなハウトゥーで弾いてから飛ぶという風に言ってますが、これは完全に間違いで、飛びながら弾くのが正解です。テールを弾くではなく、テールを踏んだ後に飛ぶと、こんな風に、どんだけ頑張っても飛べません。めちゃくちゃ強い力で弾いても、もし足が地面に乗っていたら上に飛びません。はい、というわけで今回は少しオーリーの、ハウトゥーというよりもオーリーの原理について、動画を作ってみました。
本当にオーリーの解説をする動画はもう4、5年ぶりぐらいなんじゃないかなって思ってるぐらい、これまで作ってこなかったので、久しぶりにね、作ろうかなと思い作ってみました。というわけでちょっとオーリーを解説してみました。もしよければ、高評価、コメントと、あと登録お願いします。で、僕オンラインサロンもやってるんでね、ぜひ、練習会とか参加したい方は、オンラインサロンに入ってみてください。あと、スラックでやってるんですけれども、記事とか、プロジェクトとかやったりしてます。あと、毎週ライブして交流したりしてます。では、皆さん、オーリー頑張ってください。また来週の動画で会いましょう。バイ。